はい、どうもこんにちは、エンジン太郎です。いよいよクランクシャフト関係あらかた終わったんで、シリンダー進めます。はい、シリンダーですけど、2個合計作ってあります。鋳造をやってあります。こっちの方が出来がいいんですよね。全体の刃肌の感じがいいんで、一応これを使おうと思っています。手順書ももう作ったので OK ですね。まず第一段階としてはこっちの裏側、この刃肌がギリギリ取れるくらいまで削ります。あんまり余白ないんで、正直あんまりガリガリ削るわけ、いっぱい削っちゃうと足りなくなっちゃいますね。なので刃肌ギリギリ取れるくらいまで削るのと、ここの面少しまっすぐを作って基準を出していこうと思います。何にせよこういう鋳造品はこう今見て分かるようにガタつくんで、この辺が困りますね。一回定板で少しきれいにした方がいいかな。これはほんのちょっとだけでもやっとけば、あとはシム入れてガタつかないようにして、なんとかここ2箇所で押さえたいですね。本当は押さえる場所1個作るべきでしたね。ここに柱1個入れて端立てとけばよかったな。ちょっとそこに気が回らなかったですね。これはよろしくないと。そんな感じでまずは全体を仕上げていきますね。細かい仕上げなどはおいおいまとめてちょっとずつやるっていう形になっちゃうと思います。ちょっと定板できれいにしますね。軽く定板でこすってきれいになったので、フライスへのセット準備をしていきます。はい、スコープ合わせでいくしかないですね。まずは一番下のフィンを軽く削って平行の基準点を作っていきます。はい、これで次からここの面を起点に全部やっていけばいいですね。そしたらこの上の面をきれいにします。はい、全部ギリギリで綺麗になりました。なんか結構砂を噛んでるっていう気泡なのか、あまり刃肌の状態としては良くないですね。何はともあれ片面綺麗になったので付け替えて、反対側も同じように平らな部分を作っていきます。0.25 くらいもう低くなっちゃいましたね、予定より。しょうがないな。よし、これで一旦 OK と。際どいな。余白を結構持ってたはずなんだけど、実際作ると歪みとかいろんな要因があって、結構削りしろカツカツですね。少し足りないぐらいでした。次作る時にはもうちょっと余白、削りしろの部分を十分に取って型作らないとダメですね。こういうのもやってみないとわかんないんですよね。本来 56.5 目指したんですけど、この厚みが今 56.25 ぐらい、 0.25 ほど、小さくなっちゃいました。
これはとにかく一旦面がきれいになるまで削らなきゃしょんなかったので、もう仕方がないですね。あとはベースガスケットと、ヘッドガスケットの厚みで最終的に調整しちゃいます。なのでちょっと寸法違いますけど、このまま進めていきます。一応電池きれいになりました。穴開けやらなきゃいけないんですけど、クランピングをどこでやるか。穴いっぱい開けるんで、難しいな結構。はい、原点はもう決まったので、ドリルチャックつけて、穴開けてきます。まずは位置確認を兼ねてセンタードリルで穴を開けてきます。センタードリル終わったので、今度はシリンダーヘッドの固定用のネジ、その下穴ですね、進めていきます。はい、これで、ヘッド接続面のネジ穴の下穴ですね、終わりました。もうこのまま、タップまでいっちゃいます。残りは同じ動作なのでタイムラプスで進めてしまいます。次、ここの貫通ですね。クランクケースとの接続面ですね、次は。まずは 5mm で貫通させちゃいますね。ここは六角穴付きボルトがつくので、まずは座繰りの下穴だけ開けていきます。はい、最後エンドミル、9mm のエンドミル垂直に入れて、ネジの頭逃がしの座繰りですね。終わりです。はい、座繰り終わりと。M5の頭入るね。問題なしと。そしたら、下駄の入れ替えやって、それでシリンダーボアの方をやってきます。はい、元の固定からサイドの固定に切り替えたので、外しちゃいますね、こいつはもう。
よいしょ。よし、ではボアの部分やってきます。まずはスリーブを入れるための穴ですね。開けてきます。まず4番からいくか。4番ちょっとノロというかかさぶたんできてるんで、先にこれやっちゃいますね。83.95。とりあえずここがだいたい40ミリ、仕上げ直前ですね。はい、ある程度こっちのボーリングバーで削ったら、はい、こちらの太い方のボーリングバーに持ち替えます。今回のためにこの日建のマイクロカットの中古ですね、7本セットで買いました。まだチップが来てなかったりなんだりと準備はありますけど、とりあえず今1個は使えるので、それを使って残りの仕上げをやってきます。こっちの細いのと違って振動が減ると思うんですけどね。ただしょっぱな胃肌の状態でやるときにはあんまり使いたくないんですよね。こっちの方が高価なので、なんとかこれは使わずに済ませられればいいんですけど。今まで使ってたボーリングバーに比べて圧倒的な合成感。すごいな。これはいいものだぞ。うわ、切削跡綺麗。めちゃんこ綺麗だ、切削跡が。これいいな。はい、綺麗に削れるのが分かったので、目標寸法までどんどん進めていきます。このぐらいその Z 軸延長してもうなお足らぬって感じですね。そう言ってもこれ以上延長するのは良くないんで、さすがに。はい、ドンピシャですね。ぴったりになりました。よかったよかった。正直こちらのダイヤルボアゲージもショート化しようとしたんですけど、このはネジ切るのが恐ろしく大変でちょっとできなかったんですよね。残念です。これも短くなってくれればなんとかここで使えたんでしょうけど。よいしょ。残りのシリンダーボアの部分も穴拡大していきます。同じ作業なのでタイムラプスでどんどん飛ばしてしまいます。これでぴったりのはず。これで予定の寸法になりましたね。マイクロメーターでも同じ数字が出てるのでよしです。はい、スリーブを入れる穴はできました。あとはつばのリゲを作ります。
入るね。実際温めるからこれは余裕を持って入るでしょう、みんな。はい、こんな感じで OK ですね。3番がやっぱちょっとい肌のあれが残りましたね。まあしょうがない。他はまあ綺麗です。もうちょっと鋳造が上手くなるといいんですけどね。まだまだ研究は必要です。あと3番の壁ちょっと薄いかな。まあスリーブで支えてるから大丈夫でしょう。シリンダースリーブは前回やった時と同じ、鋳鉄、ネズミ鋳鉄ですね。使っていきます。まあこのシリンダーで特に問題なかったので、同じように同じ素材を継続して使います。まずは素材のカットです。まず素材カット C の片側削りの反対側も削って穴開けてっていう感じの部分がもう確定してるので、まずは 140mm で2本取りますね。2本目切れました。はい、とりあえずセットしたのでシリンダースリーブ作ってきますね。外径いけるとこまで 45mm。まあこの辺まで45でいくか、とりあえず。いよいよシリンダーがはまる部分を作ってきますけど、ここは精度が非常に重要なので慎重に作っていきます。目標寸法は 41mm、そこぴったりになるように進めていきます。ジャスト。今これで41ジャストになったので OK ですね。あとはフランジェの部分に逃がしの溝をつけておけば、この外径部は完成です。これでこのパートは終わりと。そしたら中ぐりでいいのかな。まずは下穴を開けていきます。今回も木材から作ってるので非常に削る量が多くてちょっと大変ですね。ドリルの下穴終わったら旋盤の中ぐりバイトで穴を拡大していきます。今回はシリンダーに搭載した後に最終仕上げをするので、まあ予定が 35mm ですけど 34mm で止めておきます。
れでだいたい34のはずです、今。はい、34.05。まあこんなもんですね。次の作業はこれ反転させてこっち側を削ります。ただその時にここをギュッて掴むとこれが歪んじゃうと思うので対策を取ります。まあよくあるパイプエキスパンダーですね。このぐらい入れて締め込むと、そうすれば内側から突っ張ってくれるので、ここギュッと掴んでも歪みにくいんじゃないかと推測します。あくまで推測ですけどね。よし、じゃあこれで外して反転ですね。この後の手順は最初にやった時と大体同じですね。ただし一番大きい外径の 45mm の部分は除外で問題ないです。なので、シリンダー内壁にあたる 41mm を進めていきます。ほとんどぴったりだね。はい、あとはここで切ればこれは終わりと。これでスリーブ2個できました。あと2個同じ工程で作っていきます。はい、1個できたので2本目いきますけど、2本目はもうタイムラプスで動詞で撮っちゃいますね。というわけでじゃあ始めていきます。よいしょ。よいしょ。はい。はい、合計4個あります。うまくいってくれたね。
はい、シリンダー内側削って、焼き場目の準備できました。一応それぞれしめしろですね。今この状態だと入りません。0.03 ほど小さく作ってるので、最終的にしめしろが 0.03 から 0.04 程度で全部設定してあります。なので今からこれを温めて、ここの穴が広がった隙にストッと入れるっていう感じですね。というわけで、これを温めるんですけど、このいつもの電熱器ではちょっとパワー不足なので、冬場ということもあり、ストーブ使って温めていきます。では、温め準備と。ここから先の作業はもう全部ストーブの上でやった方が良さそうなので、ストーブの上でやってきます。はい、カバーも用意しました。まあ一応こんな感じで温めていきます。つけますね。よいしょ。これでよしと。あとは温まるのを待ちます。とにかく温度が230から50度目標にしてきます。はい、一応予定温度に到達して、よいしょ、計測もしました。なので入るはずです。よし、入った。これでよしと。はい、なんとか全部入りました。あとはこのまま冷えるのを待ちますね。よし。さて、まだちょっと素手で持つには熱いですけど、一応はスリーブ入って、これで OK と。まあまあいい感じできました。この後はここ平らにして、ボアをピストンに合わせて正確な数字にしていきます。まあそれは次の動画にします。もうここまでで結構撮影時間長くなってるので、今回はここまでとします。なんとか次回でシリンダーを完成させたいです。よし。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。